在宅がん医療における多職種共同について、話をさせてもらいます。長崎大学薬学部の手島です。よろしくお願いします。現在2040年頃にピークを迎えると言われている多種社会に向けて、今地域包括ケアの推進など進んでいるかと思います。2040年頃というのはどういったところかというと、病院での看取りからホスピス、在宅ケアなど病院以外の場における看取りへのシフトというところが求められているような時代になっていると予想されています。そのため高齢者が主な対象になるかと思いますが、それらに対する関わる専門職の連携というところが必須のものになるだろうと、こういった全体最適というところが求められているところかと思います。現在のチームケアを考えていく場合、病院と地域というところが分離しているようなこういった図というところはこれから変わっていく必要があるんじゃないかというふうにいつも思っています。病院も地域の一部だという考えで、病院と地域が一体型になったようなこういったケアの体系がですねできていくことが必要なんじゃないかなというふうに考えています。また高度化する医療介護で求められることとしては、がんの治療や痛みや辛さなどへの緩和ケアですね。で高齢化が伴ってくる摂食嚥下障害、これらを共に合併していくような方っていうのはすごく多くいらっしゃると思います。そういった方への疾病と闘う医療や生活を支える医療、これらのバランスをとっていくということが今求められているところかと思います。現在厚生労働省の方でも治し支える医療介護の実践というところが求められているように、こういったところを考えていく、全ての職種が考えていくということが必要なんじゃないかと考えています。チーム医療の定義をこちらに示しています。こちらの上の部分で言いますと、専門性を最大限に発揮できるというものが求められている。下のところで言いますと、医療者同士が対等な立場で共同的に実践していくというところがチーム医療のそもそもの定義とされています。医療保健福祉職に必要な5つの力量としてこちらの方に示されていますが、その中の2つ目のところにも多職種のチームで働くというところが書かれているように、やはり多職種の共同というところが今のキーワードになるのかなというふうに考えています。またチームケアという表現もあるかと思いますが、それぞれこの医学、薬学、看護、理学療法、作業療法、社会福祉学などですね、それぞれの専門性がちゃんと機能的に連携をしていく、共同していくというところが基盤になっていくというところが書かれているのではないかと考えています。現在医療連携から医療保健福祉介護連携に進んでいる。最近では地域包括ケアという表現がよく言われているかと思いますが、地域住民に対し保健サービス、医療サービスおよび在宅ケア、リハビリテーション等の介護を含む福祉サービスですね、こういったものが地域住民のニーズに応じて一体的に体系的に提供する仕組みとして今その整備が求められているのではないかと思います。シームレスな在宅ケアサービスとして享受できる環境といいますと、それぞれの専門性ですね、医師、歯科医師、看護師、薬剤師ですねなどなどそれぞれの専門職のですね専門性を高めていく、それと同時に医療保健福祉介護、これらを基本的なところをですねシェアしていくというところが今のチームケアの基盤には必要なんじゃないかなと思います。つまり多職種を理解し多職種共同の実践に向けた教育が必要なんではないかと考えています。また長崎で言いますとICT ネットワークの活用というところが全国的にも有名なところではないかと思います。アジサイネットワークといいますがこれは模擬患者様の情報になりますけど、脳の画像であるとか腹部の画像ですね、こういった画像が今医師や薬剤師、さらに看護師など地域のスタッフがiPad などですね ICT の端末を用いることでこういった情報が見ることができる、すなわち医療の安全性を高めるために情報の共有化が進んでいるという状況が生まれています。
また現場ではどういった情報の共有化をしているかといいますと、こちらは私が訪問していた事例の一部なんですが、こういったご家庭にあるカレンダーであるとか、そういったものに記載をしていく。また服薬薬の状況であれば服薬カレンダーなどを用いることで飲んでる飲んでないというところが状況が分かるようにしていたり、機械を使っている場合は機械を触れるような環境ですね。ただこれが安全性を保ってから触れる状況ですねというところが在宅の方では工夫されているのではないかと考えています。今していることとできること、すべきこと、これはよく私の中では考えることであるんですが、今まさにこのすべきことですね、それぞれの職種がすべきことというものの実践をしていくことが必要なんではないかと考えています。これは私がよく他職種の方々にもよく使うスライドであるんですが、この方はですね終末期の状況でステロイド剤、要は免疫の低下を伴うような薬を用いた場合ですね、薬剤師の立場から言いますとこういった口の中の方に口腔のカンジダというような症状がカビが生えるような状況がですね生まれやすいという状況が生まれたりあります。その時に口が乾く、味が変になったというような表現をよく聞くんですが、こういった状況を聞いた場合ですね、私たち薬剤師だけでなく関わるケアスタッフが生活面でどういったところに確認のポイントがあるのかというところを、私が薬剤師ですので薬剤師の立場でいけばこういった生活上にこういったコメントを言う場合はちょっと気をつけてくださいということであるとか、リハビリ、看護、医師それぞれあるかと思います。そういったところの確認のポイントですね、そういったものを伝授していくっていうところが必要なんではないかなというふうに考えます。またこれは非薬物療法によるケアとしてこれは同じ方の同じ足なんですが、薬物を使わずにこの右の状態ですねを保てた状況が生まれています。要は薬を使わなくても適切な看護の提供、適切なリハビリの提供を行うことによって足の方の状態をこういうふうに維持できるというところが生まれています。このようにチームケアを行うことによって医療安全も非常に高まるというところが分かるのではないかなというふうに考えています。常々全体像を捉える力が必要だというふうに思っています。現象の裏にはある構造ですね、医療の中でいけば真の問題というものは何かというところがあるかなと思います。その構造を解決するために何が必要なのか、それぞれの専門職として何ができるかですね、そういった多職種共同でのチームケアというところの実践が今まさに求められているのではないかと思います。それぞれの職種に必要となる4つの能力というところで、これはケアマネージャーですね、後に講義があると思いますが、介護支援専門員のところが求められている能力として言われていますが、これらのアセスメント、プランニング、カンファレンスコーディネート、モニタリング、これらのサイクルを回すことで PDCA サイクルを回すことですね。それぞれの職種がこの考えを持って患者様の方に当たっていくというところが大事なんじゃないかなというふうに思います。今このコンソーシアムの方ではこういったいろんなカリキュラムが動いています。こういった座学の勉強のものであるとか、こういった早期体験学習といういろんな学部の学生さんと一緒になって講義実習に向かっていく、そういったところがされているというような状況が生まれています。すなわち学びの状況というものが以前に比べるとだいぶ変わってきているというところが分かるんではないかなと思います。見て学ぶっていうところから触って学ぶ、さらに体験して学ぶ、それでこの変わり方でですね学びの変化、学べる内容の変化ですね、そういったものができてきているんではないかなというふうに考えます。これは私がその実習を受け入れた後いただいた感想の手紙なんですが、この中にの中身をちょっと紹介させてもらいます。ある学生はですね、この在宅医療に関して課題が多くあることを知り、自分が考えていたのと違い驚きましたというようなコメントを言われています。
またある学生は薬剤師をはじめとする他職種の理解に興味が湧きましたと。やっぱり座学だけではなくてこの体験をすることで学びが深まったということが見えるのではないかなと思います。さらにですね、この皆さんが笑顔だったのが印象的でした。個性を大切にできる医療って素敵だなと思いましたというような表現もされています。やっぱり在宅医療というところを学生のですね新鮮な目で見た時にこういった印象があったというところが分かるのではないかなというふうに思います。こういった体験をした学生がこれから学びを深めていくと、やはりこれから先の医療介護の分野というものは変わるのではないかなというふうに想像しているところです。また私が在宅医療の方で担当をさせてもらっていた方の療養者様のブログの一節をこちらの方にご紹介させてもらいます。こちらにはいろんなですね職種の方が来てくれてもういろんな助けをもらったというようなことが書かれています。やっぱりですね一般の方の場合こういった医療介護などに携わっていない方っていうものは場合はですねこの在宅医療についてあまりイメージがですね湧かないと思います。この方についてもやっぱりそうだったと思いますが、実際に体験をしてみて実際に療養をしてみてですねいろんな職種の方が本当に関わってくれるんだというところが分かって、そういった情報を発信したいということでこういった情報を発信されているということがありました。非常に私も勇気づけられたブログになります。またこの方も私が担当していた方なんですが、すごく印象深かったところがあります。がんの末期の方なんですが在宅で療養されていて、この方は介護保険を利用されていなかったっていうところもあるんですが奥様からの一言でですねこの方の場合はすごく状態が変われたかなというふうに思います。奥様から水ではものすごく拒むんだけどサイダーは好きみたいですという表現をされました。やっぱこういったですね何気ない一言なんですけど、こちらの言葉からですね私の方は人工唾液製剤っていう製剤ですね、医薬品で唯一の人工唾液製剤というものがあるんですが、そういったものをご提供させてもらったというところがあります。これはいろんな立場で変わるかなと思いますが、私の場合はお薬を提供するという立場から言いますと特にですね終末期の患者様との対応で感じることなんですが、患者さんっていうところの今度っていうではなくですね今っていうものがすごく大事なんだと、やっぱり時間の感覚が終末期の状態ですねっていうものはすごく違うというところを認識を新たにしないといけないんではないかなというふうに考えています。これをすごく感じれた事例かなというふうに感じています。患者ではなく人としての支援をできないかというところをいつも考えていますが、やっぱりですねこの支援者としての覚悟をそれぞれの職種が持つというところが大事なのかなというふうに考えています。こちらのデスカンファレンスっていうものに私と当時ですね実習を行っていた実習生薬学部の学生なんですが一緒に参加をする機会がありました。その中で学生にとってもですねすごく印象深かったと言いますがやっぱりこの決断っていうものをですねした医師や看護師っていうところはすごくやっぱり大きな決断をしたんだなというところを感じたみたいです。やっぱり医師や看護師っていうところがその他の職種もいらっしゃいましたがやっぱりその当時はですねすごく一生懸命考えてやったところをさらに振り返るっていうところでやはりその振り返ってその次のケアにですねその次のケアにつないでいく、やはりそういったところのサイクルが回っていくというところが医療人を育てる、またこれが場所を変わればですね介護の人が介護の人を育てるというようなところになっていくのかなというふうに感じています。目的が明確なチームは高いパフォーマンスができるはずだというふうにいつも考えているところです。個人の限界はチームの限界ではなく個人が集まるだけでもチームにはならないというところをいつも頭に置いて活動させてもらっているところです。多職種共同について
少しでも参考になればと思います。